こんにちは、レイトです。今回の動画はですね、こちらの C シリーズ用ドレスアップシール A のご紹介、その2ですね。その2になります。もしその1の方ですね、まだ見てないよという方は、ぜひそちらの方からですね、チェックしていただければと思います。はい。で、今回のその2ではですね、このホワイトレターですね、このシールですね、ここに文字が貼ってあると思うんですけど、これが付属してるんですよ。これの貼り方ですね、について、ご紹介させていただこうと思います。じゃあちょっと前回の続きのこれですね。これを使っていこうと思うんですけど、ちょっと画面でめちゃめちゃ見にくいと思うんですけど、ここにあるんですよ。ここにあるのが、これですね。これを貼っていくんですが、で今日実際に貼っていくのはこれですね。これに貼り付けていこうと思います。で、とりあえず今タイヤ外したんですけど、これにですね、どのタイヤでも貼り付け方は基本一緒なんですけど、今回はですね、この V4 タイヤを使ってやっていこうと思います。で、一応今回は一番難しいパターンで、このホイールウェイトですね。このホイールウェイトをつけてると、これつけます。で、タイヤですね。タイヤをここに入れますっていう時に、このホイールだけだとまだ全然入れやすいんですけど、これで外径がかなり大きくなりますよね。なので、タイヤをこう入れる時にかなりきつくなって、何にも貼ってなかったら全然入れれるんですけど、シールをここに貼ってからだと、もうシールがですね、ゴムはこう伸びたり、歪んだり、もちろんするんですけど、シールはそれについていけないんで、剥がれちゃったり、破れちゃったりするんですね。なので、どうしようかな。ちょっと2パターン貼り付け方あるんですけど、最終的にはこのウェイトをつけて、で、貼り付けるっていうのもやるんですけど、一旦ちょっとタイヤにそのまま貼り付けるっていうのもやってみましょうか。はい、じゃあまず、いずれにしてもなんですけど、このパーツクリーナーですね。こういうのを使って、このゴムを思いっきり脱脂します。そうしないともう全然貼り付かないんで、これでですね、こんな感じで、もう、すごくよく拭いてください。この表面の油分をなるべく取るっていう感じですね。かなり入念に拭いた方がいいです。で、パーツクリーナーで拭いた後ですね、ちょっとそのまますぐ貼り付けるとあまり良くないので、拭いた後に10分から15分ぐらいでいいので、ちょっとそのまま乾かしておきます。で、乾かしたらですね、こんな感じで貼り付ける部分を、ちょっとなるべく無駄のない感じで、こうカットしておきます。台紙と転写フィルムごとですね、全部丸々カットした状態にしておきます。ちょっとまずこっちから行きましょうか。こっちを、ここまではいつも通りって感じですよね。こう台紙から剥がして、転写フィルムについてる状態。この状態ですね。この状態で、ある程度、こう場所を合わせて、こう貼り付けます。でこの辺の作業はちょっと、そーっと、優しくやる感じなんですけど、こう、場所を合わせたら、こう下からですね、こう指を入れて、こう中にですね。で、こちら側から同じく指で、こうちょっと押さえつけるんですけど、これ、端から行くと、こっちから行くと、順にこっちから行くと、こちらちょっとずれやすいんで、真ん中から行くのがいいと思います。このシールの幅に対して、真ん中をこう、ギューッと押す。で、ちょっとずらして、隅まで押す。で、またこっちも一緒ですね。真ん中辺から画面でいう右側ですね、今度は。右側にこう、だんだん押していって、貼り付けると。で、この状態でですね、また、なるべく時間は長い方がいいんですけど、まあ最低でも15分とか20分とか、そのまま置いといてほしいんですよ。そうすると、このシールについてる、糊の部分ですね、が、このゴムと、ある程度ですね、時間を置くことによって、しっかり貼り付くっていうイメージですね。ただ、なかなか貼り付かないんですけど、なのでちょっと剥がすときもちょっと注意が必要なんですが、一旦ですね、まずは、こう貼って、こんな感じで貼り付けて、ちょっと置いときます。で、
今度この長い方ですね。この長い方もここに貼り付けたいんですけど、正直これ全部一気にいくの難しいことが多いです。難しいことが多いっていうのは、ちょっとこのタイヤによってですね、タイヤによって、これ全部一度にいける場合もあるんですけど、タイヤの形状によってはですね、これちょっと難しいパターンなんですけど、ここがですね、こう、落ちてますよね、中に。真っ平らじゃないじゃないですか。なので、ですね、ちょっと歪んじゃうんですよ。で、これをどうすればいいかっていうと、でおすすめはもう先に切っちゃいます。この T と G の間、ここをですね、こう切っちゃって、そうすると短くなって貼りやすくなるんで、これで、あとはさっきと一緒ですね。この状態にして、この辺かなっていうところにちょっと一回置いときます。かなりですね、これボディに貼り付けるときって結構このシール怖いじゃないですか。一回貼り付けたらもう二度と剥がせないみたいな。でも、タイヤの場合ですね、仮に置いておくぐらいだったら全然こう剥がせるんで、一旦ちょっと仮に置いといて、で、さっき切った続きですね。続きをこの辺かなっていうところに同じく置きます。で、位置調整ですね。必要であれば、全然できるんで、まだ、こう剥がして、もうちょっとこっちだったかな、みたいな感じで、置き直すのは全然できるんで、これで微調整をしてからですね、また、貼り付けます。これはさっきと同じ作業ですね。例えばここだったら、ここで一回切ってあるんで、ここが真ん中になるじゃないですか。この辺を押さえつけます。ぐーっと。で、端まで押さえつけて、反対側も一緒ですね。こう押さえつけて。で、今度、ここは、ここで切ってあるから、ここが真ん中ですよね。この真ん中をこう押し付けます。ぎゅーっと。かなり強い力で大丈夫です。で、こっちと一緒ですね。ここも貼った、ここも貼ったの状態で、2、30分ですね、ちょっと放置しといてください。で、ちなみに、これ放置してる間に、時々ですね、ちょっと押さえて、ちょっと定着させるというか、全然ついてないところもあったりするんで、時々ちょっとこう押さえて、貼り付けるようにしておくといいんじゃないかなと思います。はい。では、しばらく放置した後にですね、今度はこの転写用のシートの方ですね。これを剥がしていくんですけど、ちょっとまずやってみますね。こんな感じで、やっぱピンセット使うのがいいんですけど、こう、剥がそうとすると、結構簡単にくっついてきちゃうんですよ。で、それをですね、こう、また押さえて、こう貼り付けながら、で、ちょっと剥がしてっていうのを、こう繰り返していく感じです。結構ですね、せっかく放置したのに、まだ全然ついてないじゃんっていうのが感じると思うんですけど、これ放置したことでだいぶまだマシになってると思います。なんですけど、付きは全然悪いですね。で、この剥がし方というか剥がす方向なんですけど、こっちにこう引っ張ると、ついてきやすいんですね。で、こっちですね。こう、つまんで、こっちじゃなくて、こっちにずらしていく感じです。もう、180度方向というか、こっちを90度だとしたら、もう、なるべく180度の方にこう、反対側にめくっていくって感じですね。で、かなり慎重に、こう、ちょっとずつでいいんで、こう、こっちにこうずらしながら、指でギューッと押さえて、こう剥がれてきちゃうんだけど、押さえながら進んでいくって感じですね。で、ある程度剥がしたら、もう、ここのフィルムですね。これ、手で持てるようになってくると思うんで、そしたらまあ、途中からは手で持っちゃってもいいと思うんですけど、いずれにしても慎重に慎重に、こうなるべく角度をつけながら、で、剥がれちゃうようだったら、指で押さえてっていうのをこう繰り返して、
はい、これで全部剥がせましたね。で、剥がした後、同じようにこう指でギューッと押さえつけて、馴染ませておきます。で、この時点でも結構剥がれやすいんですけど、これで、この後ですね、もう一晩放置って感じです。そうするとかなりくっつくんで、はい。ここが腫れました。で、あとは同じですね。ここも同じです。同じような感じで剥がしていきます。で、結構この剥がす作業の時にですね、ずれちゃったり、で、せっかく放置はしたんですけど、結構簡単にですね、ちょっとやってみますか。結構簡単にですね、ベロッとこう、剥がれちゃったりするんですよ。もうそれはちょっとしょうがないんで、なんとか、それは、もう一度こう貼り付けながら、このフィルムですね。これを丁寧に剥がしていくと。で、これ一気にやろうとすると、一番ちょっと陥りたくない状況なんですけど、このシールの部分がですね、ピーって破れちゃうことがあるんで、それは気をつけてください。まあ、万が一破れちゃったら、なんとかもうその破れちゃったところをうまく貼り合わせるしかないんですけど、なるべく丁寧に剥がしていきます。もうとにかくゆっくりやるのがコツって感じですね。ちょっと大変なんですけど。はい、これでタイヤ1本分ですね。一旦の貼り付けができたと。で、さっきもちょっと言ったんですけど、これである程度しっかりこう密着させた状態にしたらですね、最低一晩は、本当は数日放置が好ましいんですけど、最低一晩はこのまま放置してください。そうすると結構馴染んで、意外とですね、この今の実際に貼り付けてみると、こんなんで本当に貼り付くのかなって思うかもしれないんですけど、意外と結構貼り付くんで、このまま、できれば数日放置をしてください。で、この状態からですね、このホイールに、ホイールウェイトなしだったら、はめることはできると思うんですよ。こっちから行くんじゃなくて、この貼り付けた側から行くんじゃなくて、こっちから行った方がいいですね。その方が安全です。で、そーっとこうはめていって、この時ですね、こちら側をはめる時に、こう、激しく変形させてしまうと、せっかく貼り付けたところが、剥がれてしまったり、あとは、ここが破れてしまったりするんで、まあ、ある程度はしょうがないんですけど、この、綺麗に貼り付けた後だったら、ちょっとピッて破れちゃったりしても、そんなに目立たないんで、まあ、なるべくダメージがないように、そーっと入れると。こんな感じですね。はい、こんな感じです。これが、ホイールウェイトない場合の貼り付け方っていう感じです。じゃあ次、ホイールウェイトありの場合ですね。で、ホイールウェイトありの場合は、もうこの状態ですよね。この状態で、貼り付けた後にこう入れようとすると、もうどうしてもですね、こんな感じできついんですよ。かなりタイヤを歪ませないと、こう入れることができないんで、もう、初めから入れといた方がいいですね。こんな感じで。で、もちろん、今これ先やっといてもよかったんですけど、ちょっと今からやるんですけど、この、パーツクリーナーで拭いて、10分15分乾かすっていうのは同じですね。この作業はしてください。で、もちろんこの作業とは別で、ホイールへのタイヤの接着は必要です。それは別途必要なんですけど、ちょっと今回はシールの貼り付けだけやっていきます。で、やることはさっきと基本的に変わんないんですけど、まず、なるべく文字のある部分に沿った形でカットします。で、台紙から剥がして、ここですね、貼り付けたいところに合わせて、こうフィットさせる。で、さっきはタイヤだけでやってたんで、後ろ側からこう指で押さえながらギュッギュッギュッって押さえることができたと思うんですけど、今度はそれができないんで、こっちからこう馴染ませるしかないんですけど、最初は弱い力で
こう貼り付けるようにして、で、そのうちに、ちょっとある程度安定してきたら、向こう側に、このタイヤの向こう側にですね、指で押さえることはできないんですけど、ウェイトがあるわけですよ。ここにこう固くウェイトが中にいるんで、ちょっとそこを使って押さえつけるような感じですね。ちょっと今ちょっと鳴りましたけど、こう押さえつけるとこう浮いちゃったりするんですけどね。ここは、最初のうちはしょうがないです。こう、ある程度押さえながら、時間を置いていくと不思議なことに結構こう密着していくんですね。このシールとタイヤっていうのが。で、最初はちょっとつきが悪いと思うんですけど、まあ場所を合わせつつ、なるべく押さえて、で、このまままたしばらく置いとくって感じです。で、こっち側もちょっとつけますね。で、これもさっきと一緒ですね。T と G の間ぐらいで切って、で、分割してから貼り付けるっていうのがいいと思います。こんな感じですね。もうちょっと左か。ちょっとずらします。この時点だと結構、置いたり、位置をずらしたりっていうのはやりやすいので、ここで合わせて、で、さっきと同じような感じですね。こう、押し付けて、こう結構簡単にこう、ピッと剥がれちゃったりするんですけど、ちょっと、丁寧に根気よくというか、こう、あまり強い力ではやりたくないんですよね。そうするとピッと破れちゃったりするんで、ただなるべく強く押さえる。ちょっと何言ってるかわかんないかもしれないですけどちょっと難しいんですけどね。この加減が。強く押さえるんだけど、強すぎるとこう剥がれちゃったり破れちゃったりするっていうのはちょっと難しいんですけど、これでなんとか全体的にタイヤに密着してる状態ですね。にして、で、ここもさっきと一緒です。まあ、できるだけ10分15分ぐらいでいいんで、このまま一旦置いとくっていう感じですね。はい。で、10分15分置きましたと。で、ある程度ちょっと安定したかなと。この貼り付け具合がですね。いうところで、これもやることは基本的に一緒です。さっきと。こうめくりながら、角度をつけてですね。こっちに引っ張るんじゃなくて、向こうに引っ張るって感じで。で、剥がれてしまうんですけど、それはこう、また貼り付けながらっていう、明らかにさっきより難易度上がるんですけど、やることは同じ感じです。これもすいません、ちょっと何度も繰り返しになるんですけど、こう、せっかく放置はしたんですけど、こう簡単に全体的にピッて剥がれちゃったりはするんですよ。なんですけど、まあ、ゆっくりゆっくり根気よく少しずつ剥がしていくというので、なんとかですね、このフィルムをきれいに剥ぎ取ってください。ちょっと画面でお見せしづらいんですけど、こう、指で押さえながらフィルムをこう、シールの部分ですね。左手の親指で、こう、シールが持っていかれないように押さえながら、フィルムを少しずつ剥がしていくっていう感じです。はい。こんな感じですね。こんな感じで、こっちが剥がせました。で、こっちも一緒ですね。はい。これで全部剥がすことができました。で、これもさっきとあとは一緒なんですけど、なるべくこれで全箇所ですね、密着させて、なるべく強く押し付けて、タイヤのゴムにですね、このシールが密着している状態にして、このまま、できれば数日間放置しておいてください。そうすると結構、ベタっと貼り付くんで。はい。では、今回ですね、ちょっとこれ大変な作業で難しいんですけど、慎重にやれば、
ある程度ですね、こんな感じで綺麗に貼り付けることもできると思いますし、あとはまあ正直装甲に使うと、これもですね、同じく、特に砂塵ですね、砂ぼこり。あれがこう、シールに噛み込んできちゃうと、結構ベロッと剥がれちゃったりっていうのはあるんですけど、しっかり貼り付けることができて、で、数日以上ですね、放置した状態で、しっかり密着さえしていれば、意外と付きはいいので、まあ、装甲に使われる方は装甲にもちろん使っていただいてもいいと思いますし、ただ正直おすすめは、もう盆栽用って感じです。盆栽っていうのはあれですね、走らせない。例えば、お家で飾っとくときにこれをつけといて、走行用はまた別のタイヤみたいな。正直それが好ましいんですけど、もちろん、僕なんかもそうですけど、せっかくこう作ったらですね、ガンガン走らせたいっていうのはあるので、走るのに使っていただくの全然いいとは思うんですけど、ちょっと考え方によってはもう盆栽用にした方がいいかもしれないですと。ちょっとつけてみますか。はい、こんな感じで、今片側だけですけど、ちょっとこっちついてないですけど、こんな感じで、やっぱりホワイトレーターが入ったタイヤってかっこよくなりますよね。ちょっとレーシーな感じというか。はい。というわけで、今回の動画ですね。その2の動画でしたけど、以上になります。で、またその3の方では、引き続きですね、このドレスアップシールを使って、このショックですね。ショックにロゴを入れるっていうのをやっていきたいと思います。これですね。この感じのショックの作り方っていう感じで、その3の方でまたやりたいと思いますので、よければそちらも見てください。では、今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。